さあということで、あずあずシーバス修行第3回、はい、ということで季節夏です、はい、もう夏の空で気温もだいぶ暑いんですけれども、夏といったらやっぱリバーシーバスがね、はい、とても盛んな時期になるので、はい、今回あずあずにはそんなリバーシーバスを挑戦してもらおうかなと思ってます、はい、それで今回、予定していた場所が宮城県のおっぱ川っていうね結構有名な夏のリバーシーバスで有名な場所があるんですけど、残念ながらこの2日前に大雨で大増水、はい、釣りなんか全くできないよという状況になってしまいまして、はい、岩手までやってきました。岩手です。はい、はい、ということで今回は岩手でシーバスを釣ってもらいたいんですけど、僕も初めてです。私も岩手で釣りするの初めて。もう僕岩手来るの初めてです。初岩手初上陸です今回。ということでね、だから僕も岩手のシーバス事情あんま知らないし、岩手のシーバス自体まだそんなにメディアに出てない、だから謎の部分が結構多いです。そうなんですね。はい。なので結構苦労するんじゃないかなと、正直僕もそんな詳しいわけじゃないというか全く詳しいわけじゃないんですけど、テスターさんがねブルブルには岩渕さんって方がいるので、その人にちょっと協力をお願いしながら、急遽ちょっとおっぱで釣りできなくなったから来させてもらってるんですけど、はい、でね、個体数も多分めちゃくちゃ多いわけではないと思う。ちょっと分かんないけど、そうなんですね。なので多分貴重な1匹を追う旅になるんじゃないかなって想像してます。じゃあ結構難しい感じ。可能性は十分に考えられるし、それすらも未知なところがありますね、僕は。なるほど。はい。なので、僕も岩手シーバスもちろん釣ったことないので釣ってみたいし、はい、ぜひあずあずにもそんな手探りでいろいろやって、はい、取る一本をねぜひ感じてもらえたらなと思います。はい、どうでしょう。頑張ります。頑張ります。ただ前回もリバーシーバスだったので、なんかちょっと前回教えてもらったことをちょっと戸田さんにね復習しながら実践して一本出せたらめちゃくちゃ嬉しいなって思ってます。はい、そうですね。はい。ということでじゃあ岩手シーバスキャッチできるように頑張りましょう。はい、お願いします。はい。はい、ということで、1箇所目気仙川という川に、やってきました。はい。ということで、中流ぐらい、うん、河口から、3、4キロぐらい上だと思います。はい、わかりました。はい。ということでここはちょっと僕もね初めてなんで、ただ川が、中州があって川が絞れてるんで、その絞れてる掘れてるこの川と川のちょうど間ぐらいに魚がいるということでやっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。ということで何からいきますか？シャルダス。私シャルダスつけてます。うん、いいと思います。何ですか？僕はスネコンです。だからちょっとアクション違いで誘ってみましょう。はい。結構両極端どっちかに反応いい時あるんで。あ、そうなんですね。あるので、はい。ちょっと手分けしてまずは1匹頑張りましょう。お願いします。はい。これ真正面に投げればいいですか？ちょいアップでいいと思います。この間の戸沢さんに習った感じ。少しアップ投げて、で流して、はい、ゆっくり巻いてくる。はい。おお。ということで今回は急遽本当は仙台のおっぱ川に行こうと思ってたんですけど、大増水で釣りがね全くできない状況になったんで急遽、ちょっとチェンジしてここ岩手県に来てます。ブルブルサポーターの岩渕さんに協力してもらって今ロケを開始してます。お願いします。どうですか、釣れる気今してますか？うん、言ってたもんね。そう、今日はなんか釣れる気がする。もうイメージができてます。秋田で、はい、川のシーバスの。あ、そうです。回遊待ちなところもあるみたいなんで。あ、回遊なんですか？
みたいなところもあるんで、今から1時間半ぐらいかな、頑張って投げ続けましょう。はい。いや、シーバス入ってきたらもう食いそうな流れだな。これはちょっとタイミングを待つしかないな。このシーバスは川に上がってくるやつは餌を食べに上がってくるので、まあ、活性は悪くないんですよね。でそこにねこんぐらいのいい流れが絡めば、そんなに食わせるのは難しくないとは思います。なので難しいのはやっぱその魚が通るタイミングでルアーを投げることが一番難しいところなんで、それが日沈むまでにしてほしいですね。7時半日没ぐらいの、その全然前6時ぐらいにはここを出て移動したいと思います。まあでもちょっとぽくなってきましたよね。なんか前回とか前々回見てるとなんかなんだろう、慣れてくると手首をこうやって支点にリーディングするのが普通だと思うんですけど、それまでがそうそう腕こんな感じだったんで、でも今日見てください。だいぶなんかもうやってる人の動きになってきましたよね。東京と秋田散々やったんで、両方条件またなんか過酷な中、今日初めてじゃないですか、なんか釣りしやすいあずあず修行寸前に降らせたけど豪雨多いですもんね。豪雨多い。ただ今日はちょっとずれて豪雨明けお、来た。おくとバレた。バレた。バレた。え、魚？根がかりはないと思うよ。シャルダスのそんぐらいで巻いてたら。あ、え、魚、ぐんぐんいってたもんね今ねなんか竿を右にしようか左にしようか迷ってたいるね。でもじゃあいますね。どんぐらいで食った？どんくらいって何ですか？なんか流してる自分の正面過ぎたとか、それより前かとか、ちょうど過ぎたところとか。過ぎたところです。ちょうど過ぎたらへんで。じゃあターンの時だ。魚だな楽しい。楽しい。初めてなんかこんなすぐに当たりが出た確かにいつも疑いから入るもんね。はいこんなに釣れないで本当に魚いるのってだって秋さんの時も1日目釣れなかったじゃないですか。釣れなか何にもなかったもんね。はい。で1回目はもう死んじゃうぐらいしんどかったじゃないですか寒くてね、めちゃくちゃ寒いし、雨すごいし、雨すごいし釣れないしなんかすいませんよし、ちょっとプロット投げてみます。アイザーの 100F、 アイザー125のダウンサイズですね。距離感はどこら辺だった？結構奥だったっけ？結構奥だった。なんか飛んだって思った時だったんで、じゃああっちの反対側の斜面についてるのかな。ちょっと地形がどうかわかんないけど、でも反転してるからな、奥の方。もしかしたらその際でも食うのかも。それが意外とズドンと落ちてるのか。うわ、コンコンってなったけどなったなんて当たったけど、乗らなかった。本当に？なんだろなんだろうね。う。でも絶対魚だった今の。惜しい。こうやってコンコンコンってなった。来た。おおでかい。って怖い怖い怖いそれはシーバスバイトだったんで、竿立てながらちょっとそこであるのよ岩が。気をつけて気をつけて。どこに岩があるんですか？ここに立っちゃおうか。
ここちょっとよしよしやばい。よし、いいかかりしてるかでかいでかいでか待っていいいかかりしてるかける。よし、いいぞ、浮かした。ナイス。いよいよ。でもうちょっと寄らしてほしいな、ネットないから。よしよし、ここまでやってきていい食い方してる。責任重大じゃんこれ。よし、いいかかりいいかかり。おう、よっしゃーでかい。うお、やば。待って。 70超えてる。今までであずあず一番でかい。一番でかいね。うわ、でっか。でかいね。これもしかしてどうだろう。めちゃめちゃでかい。測るの楽しみだね。やばい。どんな感じでした？2回うん、当たりがって合わせられなくて、うん、っていうの言ってたじゃないですか。いつだでまた2投連続で当たってきました。もうぐんぐんと。ぐんぐんと。これはぐんぐんくるね。これめちゃめちゃすごかった。これはすごいだろうね。こっちが合わせるっていうか、もう持ってかれた。持ってかれて、すごい。だってほら、完璧。これはうまく流せてる食い方だね。あ、本当ですか？うん、やった、めちゃくちゃ嬉しい。しかもでかい。でかいでかいでかい。74。4でかっ。でかい。対抗がすごいもんね。やばい。メジャーに対してめちゃくちゃ嬉しい。これはいい魚。新記録。新記録自己支援。やっおめでとう。た。ありがとうございます。嬉しい。すごいね、着々と見事にしっかり秋田の成果が修行が出ました。修行の成果が出て、まだ釣り開始1時間経ってないですよ。すごい。リリースしちゃっていいですか？どうぞ。もう元気ですね。取ってあげて。これはこのまま離す。もう多分嫌がると思う。もうめっちゃ元気。めっちゃ元気だね。すぐに帰りたかったみたい。おめでとう。お見事。ありがとうございます。よかった。さあ、嬉しい。向きになります。よし、色まで真似しちゃうぞ。俺まだ釣ったことないんで。岩手のシーバス。いいなあ。これで今回俺だけ釣れなかったら帰り新幹線口聞かない絶対。怖っ。初夏のリバーシーバスはシャルガス投げとければ結構間違いない鉄板ルアーですね。まだベイトがちっちゃいこともあるんで、チアユだったりミャッコだったりでもね、ブレードの、アピール力ってすごいんで、シーバスが気づいてくれるんですよね。なのでサーチと食わせの能力を両立しているのがブレードルアーだと思います。でそんなブレードをこういうシャロで使えるように浅いレンジ引けるのがシャルガスなので、これね、初夏のリバーシーバスゲームはぜひ1個持っていてほしいルアーですね。もちろんブレードに反応が良くない時もあるんですけど、でもその逆でブレードが爆発的に効く時があるんで、やっぱね、攻めの一つとしてブレードは絶対持ってた方がいいと僕は思います。高橋さん、コンコンってなった時ってすぐ合わせていいんですか？糸吹けがなければ全然合わせちゃっていい。たるんでる状態だと効かないから、はい、ちょっとしっかり巻いてグッて重みが乗ってから合わせた方がいい。さあ、ちょっとまだまだ釣れそうな感じもするけど、はい、次もまたいいポイントあるみたいなんで移動しましょうか。はい、はい、移動してきました。はい、もう間もなく暗くなる本当に夕間詰めです。で、川も、変えて、はい、でエリアも
もうすぐあれは海です。あ、そうなんです河ね。口域っていうやつですね。はい。はい。でベイトも変わって、さっき多分稲子鮎だったんですけど、ここはイワシ。あ、イワシ。はい。へえ。なので全然まどうなるかな。た違うんですね。そうですね。川の中上流下流でちょっとベイト変わったりで、あと少し多分反応も変わってきたりすると思うんで、はい。いろいろ試しながらやっていきましょお願いします。う。よし。シャルダスもいいと思います。このままでいいですかね。いいと思います。そんなレンジは多分そんな深くないんで、基本的には割と上目を引くのが、しかも真爪だしね。はい。はい、ちょっと上目を巻いて。よし。はい、お願いします。お願いします。これは結構飛ばさないといけない感じですか。多分飛ばせば飛ばすほど、チャンスは増えると思います。了解しました。ただ流進が意外と近いと思うんで、手前で食う可能性も全然あると思う。よし、僕125からいこう。ブロイン 125F スリム、ただ巻きとジャーキング混ぜながらミノーで探ってみます。もっと飛ばしたかったらいろいろ変えていこうかな。よいしょ。さあ満潮、まもなく潮止まり。その潮の切り替わるタイミングでどうなるか。もう魚は多分川の中いっぱい入ってるから、この後下げ始めて落ちてくる魚を釣る感じです。はい。ルアーチェンジします。メタルシャルダスの25。今アザーズが使っているのがプラスチックの方のシャルダスですが、こっちはね鉛のシャルダスです。より飛距離が出て遠くを探れるモデルですね。使い分けですね。アザーズが使っているプラスチックの方にはやっぱスローで引けたり、レンジが上だったり、浮遊感があったりっていうねメリットがあるし、こっちのメタルシャルダスはそこが若干失われる分よく飛ぶっていう、特徴があるんで、こういう潮の切り替わりで、はい、ベイトがベイトがなんか落ち着いてた場所、流れがちょうどよくて落ち着いてた場所が急に変わって、どっか移動しなきゃってなって隊列が崩れたりして、なるほど、そういうシーバスの活性も上がったりする。ちょっと手前のねレンジ的にギリギリだけど、手前一段なんかかき背が入ってるんで、そこだけうまくかわさないと目がかっちゃうんですが、そこをうまくやりつつ。意外と水深ある。多分 4,5 メーターぐらいあ、そうなんです、あるんじゃないかな。4メーターはありそう、深いとこで。ウェイトいるのかな。ちょっとあんまり今のところ感じないな。魚っ気が薄いですね。どっか下げのどっかのタイミングでもしかしたら地合いが来るのかもしれないけど、ちょっといまいちですね。ベイトが入ってる感がないな。よし、ということで明日も早いんで今日は終わりにしましょうか。はい。でも初日からねやっちゃったね。はい。気楽です。気楽です。ダメです。80次は80。で明日も引き続き、サイズアップじゃ目指して頑張りましょう。頑張ります。ということで1日目終了です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。2日目です。はい、ということで、2日目朝は昨日の夕方から、日没ぐらいまでやった場所の、さらにちょっとした河口ですね。ほぼ同じエリアにやってきました。はい、ちょっと昨日はダメだったんですけど、朝だったらどうだろうかなっていうところでもう一回ちょっと入り直したいと思います。はい、お願いします。ということで、昨日のエリアよりもう少し水深があるようです。あ、そうなんですね。はい、なのでちょっと沈めたりしてもいいかもしれないし、はい、ちょっといろいろやってみながらちょっと頑張ってみたいと思います。はい、やっていきましょう。はい、もう回遊待ちで
多分どこにいるか分かんないからいろんなとこ打ちながら、はい、でレンジも、最初は上からでいいと思うけど当たんないなと思ったらカウントしてだんだん入れてってもちょっと当たりレンジとか見つけましょう。はい、はい、ブロイン 140S ジャーキングでいきます。ちょっと誘い方変えていい反応の方をやっていきましょう。メタルサルカスの 25g でさあどうでしょう。流れは結構ありますね。下げてます。満潮からの今下げです。せっかく、回遊の釣りなんで基本活性が高いと見越してやってるので、なのでまず一つ大事なのはやっぱり見つけてもらうためにやっぱアクションがちょっと大きかったり派手な色使ったり、それだったりあんまりねゆっくりなリトリーブだったり早巻きできないルアー使ってて、このゆっくり巻いてて一頭に1分とか長い時間かかる釣りやってる間に取りすぎちゃったりするのがもったいないので、基本的に早めでしっかりアピールしてくれるわ。今投げてるメタルシャルダスだったり、あとバイブレーションだったり、あとは少しゆっくりだけど、なんか早い動きに反応悪いなって時にやっぱジャーキングだったりを僕は回遊待ちで結構やりますね。でレンジはねその時その時食ってるものなんですけど、今イワシを想定してやってるんで、でしかもここそんな水深ないので多分3、4メーターぐらいだと思うので、中層引いてれば間違いないかなと思います。イワシの場合割とね、レンジに寛容というか結構見つけてくれれば食ってくれるパターンが多いので、そうしたら中層が一番鈴木に見つかりやすいのかなっていうところで、今多分2メーター手前来たらもう少し浮き上がってますけど、キャスト先で多分2メーターぐらいのレンジを引いてますね。そうすればちょうどここの水深3、4メーターの真ん中ぐらい引けてると思います。あとはやっぱ回遊待ち投げ続けることですね。どのタイミングで来るかわからないので投げ続ける。これで2人で来てたら休みも1人ずつで2人同時に休まないっていうのが大事です。水の中にルアーを入れていくことが原始的というか当たり前ですが大事です。さあちょっと反応ないけど頑張ろう。ポロって急に来るかもしれない。イワシはいた。イワシと混じってなんだ、イワシとアジなんだ、アジっぽい混合。イワシが結構でかいんだよな。10センチぐらいある。よし、ラチンします。ブロン 110S この夏発売。ちょうどベイトサイズこんくらいなので、最初 140S でやってたんですけどサイズダウンしてみます。めちゃめちゃ程よいサイズで、少しルアーが大きいかなっていう時にやっぱ効きますね。なんだこれ違う小魚。140S の本当サイズダウンバージョンですね。ジャーキングももちろんいいし、この新編とかじゃできないこの浮遊感とリップレスじゃできない姿勢、それができるのがこのブロインシリーズの、シンキングミノーの強みですよね。こういうのって急にガンってくるんですか？急に結構前触れもなく来ることが多い今まで何だったんだって感じの、それが回遊。なるほど。よし、トップ入れてみます。スキーパー、水面でしか出ない魚はいると思ってるんでトップ。さあ
よし、やべっすね。まあ、釣れないのも1個情報なんでやりきりました。いい時間。これだけ釣れないなら諦めつきます。移動しよう。はい、はい、ということで、はい、夕方です。再び戻ってきました。はい、アザーズが昨日釣った場所ですね。釣った場所です、はい、多分動画のね尺上ずっとちょっと省かれてると思いますが、ずっと今まで釣りしてましたね。何にもない。何にもね、昨日の抜群のスタートダッシュを切ってからその後何にもないっていう、いや今回一番投げてるんじゃない？そうですね、今までで多分一番投げ倒してる投げ倒してる回ですね。の今日の集大成です。努力が報われるのかというところで、はい、頑張ります。サイズアップ目指してはい、80アップ、 80アップ初ランカ釣りたいですね。ーぜひ釣っちゃいましょう。はい、ということでルアーは昨日釣ったシャルダスで行きます。ですねが一番はい、良さそうですね。僕も一緒ですか？はい、色まで一緒です。やっていきましょう。はい、おはい、願いします。お願いします。昨日より若干低いかな、まだうん10センチぐらいちょい逆かも。もう少し上げる。流れもいい、釣れそう。さあ1投目2投目3投目あたりが熱いんじゃない？もうついてたら楽しい。ドキドキする。多分今日300投はしてるけど、さあ今のところ何も反応はないです。でも昨日のアザーズの反応を見る限りなんかずっとピンについてるっていうよりは回遊してきて一瞬ストップしたり、その中回遊して一瞬足止めてくれるところでやってるのが一番良さそうですね。チャラセもうだいぶ水深あるんで水上がってきたんでチャラセまではいかないですけど、最後浅くなってるエリアなので魚が多分止まるんでしょうね。アユいっぱいいるね。ちょっと鏡になってるとこの右側とかあそこら辺ずっと跳ねてる。魚もねあんな感じで狙ってるし、バイブレーションナレージにチェンジします。ナレージ65。あ、食った。食った。よし、バス。うわー。食った。あー、取れた。そう。やばい、落ちる。いやー、下で食ったね。もうボトム流してったら食った。うーわ。いやーもうしょうがない。今のはちょっとねどうしようもなかった。あそこまで近距離バイトだともう、いやー外れないでくれってすげえ今願ったんだけど、こういう時外れちゃうんだよね。すごい。でもシーバスだったね。えなんでバレんだよ。おはようございます。おはようございます。さあ最終日です。はい。最終日は午前中11時ぐらいまで午前中のみ。はい、はい、ラスト頑張っていきましょう。はい。ここは気仙川の河口ですね。はい。まあやった感じやっぱこの川がいいんじゃないかということで、最後ここで頑張って粘っていきたいと思います。はい、はい、僕釣れるように頑張ります。私もサイズアップを目指して頑張りましょう。はい、ということでお願いします。まだ今ちょい満潮であんまウェディングできないんで飛ばそうかなと思ってメタルシャルダス25。はい、一緒です。プラスチックのシャルダスですね。シャルダス20でちょっと
ストラクチャー周り打ってみたいと思います。ヨレと頭いけるかな。結構すぐ深そうだな。ちょっとダイレクトすぎだけど、すげえな。湖みたいな、風がないから穏やかな水面。よし、食った。じゃあ降りて一投交換して一投。よっしゃ、よしよしよし、もうこのまま行こう、このまま行こう、このまま行こう。あ、いや、やってるやってる。よし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 、このまま来い、このまま来い、このまま来いこのまま来い。バレてくれんな。うわー、抵抗する。うわー、危ない危ない。よしよしよし。長かった長かったすごい。ありがとうございます。いやー、でかい。長さはないけどいい魚ってか、もうサイズ俺何でもいいジョルティミニの14、また1投目です。交換嬉しい。初岩手シーバス。いや、初日のアズハルさんの方が全然大きいですけど粘りの1本、粘りの1本。ラスト何時間？今何時？あとラスト1時間。あと1時間。よかった全然アズアズシーバス修行じゃないよ今回高橋シーバス修行だよ今回やっぱなんかすごいよく見てる気がする。魚がルアーをずっと通してたところをまた、バイブレーションでも通したし、メタシャでも通したし、ジョルティミニで1投。でも変えて1投で出るとき多いですね。多いね。確かにあるっちゃあるんだけど、しかもずっと通してた場所をそうそうそう、だから毎回賢いよねなんか。よし、じゃあ元気なんでリリースします。バイバイバイ。いやマジで苦労した分嬉しい。ほんと今日釣れなかったらもう一回来週来ようかと思ってましたから、よかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、終了となります。はい、急遽ね場所が変更になったりで、まあいろいろありましたが、どうでしたか？初めての岩手での釣りだったんですけど、最初1日目に1本釣れてからがすごく長くて、でこんなに1日でキャストした日がないっていうぐらい初めてずっと投げ続けるっていうことをして、なんかしっかり修行したなって感じでした。でもねずっと投げ続けられてたし、飛距離も落ちることなくむしろ伸びてた印象だったんで、飛ぶようになってきました。おー、いいですね。はい、もしかしたらじゃあこれまた秋田行ったら釣れるかもね。ま、ちょっと届いてないよって戸田さんに言われた場面あったから、はい、もう一回して挑戦したいです。いや僕も良かったです。初岩手めちゃくちゃ僕自身も勉強になるシーンが多くて、もう僕自身もいっぱい修行できましたはい、ということで、はい、また次回どこかではい、アズアズシーバス修行やると思うので頑張ってください。頑張ります。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。